さて、そろそろ頃合いか。は？よかった。こんなすぐに会えるとは思ってもみなかったわ。お前、鈴宮。は？何それ。あんたなんか企んでるの？え？まあでもキョンの計りごとなんてたかが知れてるわ。やれるもんならやってみなさいよ。なあ、春日。何よ。黙ってちゃわかんないじゃない。いや、なんでもない。何よ、言いかけてやめるのって無駄に人を苛立たせるだけよ。今のうちにちゃんと矯正しとかないときっとろくな大人になれないわ。そうかい。せいぜい気をつける。そんなことはどうだっていいのよ。紹介しとくわね。こちら小泉くん。どうも、小泉です。さて、まずはどこから攻めようかしら。なんだ、まるで普通に見物に来たみたいじゃないか。そのつもりよ。他に何をしようっていうの？いや、ほら、人探しとか。ああ、それはもういいの。きっとどこかで見ているに違いないから、こっちから探す必要なんてないもの。私は文化祭を楽しむ、それだけよ。とりあえず混み合う前に今からお昼だけでも一緒に食べましょう。あとは勝手に見て回ってるからほっといてくれて構わないわ。あっちに露店が並んでるわね。行きましょう。どうした？いえ、何でもありませんよ。さあ、我々も参りましょうか。おそらく STC データの修復の過程でそのような事態になっているんだと思います。今朝の時点へ移動した時、大幅にデータが更新されたと言ったでしょ。きっとその影響、言ってしまえば結果かな。以前のデータのいわば残りがのようなものかしら。その時の経験が今の鈴宮さんの過去に組み込まれていると考えられます。何かしら辻褄を合わせた形でね。こんな目に見える形で変化するもんなんですか？ええ、これがフェーズが変わったということなの。もっと修復が進めば小泉くんとも最初からお知り合いということになるかもしれません。長門やこっちの朝比奈さんとも？もちろん予想されることではあるけど、確実なことは何とも。ただしこれだけは覚えておいてほしいんですけど。何です？今回の鈴宮さんのような変化というものは実はデータ的にもかなり大幅な変化なんです。だからめったに起きるものではないの。けれどキョン君がこの世界の人たちと積極的に関わることで少しずつ蓄積される変化というものもあるんです。例えばキョン君が記憶やアイテムを持ったまま次元ブックマーカーで時空間移動することもその蓄積される変化の一つです。どうしました？余計なことを言おうとしちゃいました。言ってください。けれど気になって眠れなくなるじゃないですか。そうね、ごめんなさい。これはキョン君が責任を感じたりすることではないんだけれど、次元ブックマーカーで時間を速攻することでこの世界における直前の時間平面上の出来事は一見なかったことのように扱うこともできます。けれどその時間平面上での出来事も一つの事実、
やり直して結果が変わったり、STC データの修復過程でなかったことになったとしても、変化後のデータとかつてのそれは等価なんです。たとえそれが修復を必要とする壊れたデータであってもね。なんてやっぱり余計なことを言っちゃったかな。いつだってキョン君はキョン君なのにね。何よりデータの修復をお願いしている私が言うなって感じだよね。いえ、そんなことはないですよ。ありがとう、キョン君。また何かあったら連絡してくださいね。それでは。あ、はい。